今日はスノのカスタムモデル機能の細かい仕様について調べてみるよ。前回の動画から随分時間が空いたけど、カスタムモデルの検証は時間がかかるんだ。学習元となる音楽データの準備にとにかく時間がかかるって感じだね。カスタムモデルの基本的な挙動は前回の動画でだいたい説明できたから、今日はその基本的な挙動を踏まえて細かい部分について調べていくね。まずは一番単純な学習をさせてみようか。1曲だけを学習させたらどうなるか。カスタムの学習元は6曲以上必要だけど、同じ曲を何回も入れることはできる。これで1曲だけを学習させたモデルはその曲と同じ曲を再現しようとするよ。カスタムモデルが実装された当初はこの再現力は非常に強かったんだけど、現在はかなり再現力が落ちているね。インスポ以上マッシュアップ未満って感じかな。元の曲がどの程度再現されるのか実際に聞いてみようか。カスタムなモデルでいたい、既製品みたいにならないパラメータ増やしてはカスタムなモデルでいたい、既製品みたいにならないパラメータ増やしては価値を変えたいんだ。昨日までの僕を消したくて丸めたメモ帳の端の歌詞を変えたいんだ。昨日までの僕を消したくて丸めたメモ帳の端の I want to be a custom model, not just another off the shelf. Keep pushing every parameter. I wanna be a custom model, not just another off the shelf. Keep pushing every parameter till I wanna be a custom model, not just another off the shelf. Keep pushing every parameter. 1曲だけを学習させたモデルがどの程度曲を再現するか聞いてみたよ。再現力はそこまで強くないんだけど、スノの他の機能と併用できる長所はある。特定の曲を細かく修正したいときに1曲学習モデルは使えるかもしれない。ただ100クレジットを使ってまで作る価値があるかと言われると微妙。クレジットが余っているときなら高級リマスターとして使ってもいいかな。次は再現力の強さとは何なのかをもう少し細かく分析してみようか。先ほどの例では歌詞やスタイルを変えたらメロディーや歌声、楽器も変わった。でも曲全体に影響を与える要素の BPM やキーはほとんど変化がなかったよ。これにはおそらく2つの理由がある。1つは共存できない要素であること。 BPM やキーは多くの音楽において基本的には複数存在できない要素だよ。もう1つの理由はスノで BPM やキーを強く指定できるスタイルが少ないこと。つまり歌詞やスタイルを入れても BPM やキーを指定する効果は弱くて共存できない要素でもあるから、カスタムモデルの BPM キーが優先される。例えばハウスやトランススタイルは BPM を強く指定するから、このようなスタイルを使うと逆にカスタムの BPM が無視されるようになる。次は BPM をテーマにしたカスタムモデルを作ってみようか。ユーフォリックトランススタイルを使って生成した曲の BPM は140から150くらい。その曲にアジャストスピード 1.5 倍速を使って BPM210 から230くらいの曲に加工してみる。本来スノでは生成できないような高速テンポを学習させてみよう。
BPM を学習させたモデルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。スノは強い高速 BPM 要素を持つ。スタイルはあまり存在しない。例えば 200bpm EDM と入れても 200bpm の EDM は生成できないよ。だから高速 BPM の曲を作る方法としてカスタムモデルを使うのは良いと思う。ただ高速 BPM だけを学習させる方法がないのが一番の問題点だね。今回の例では元データの EDM 要素も強く出るモデルになってしまった。ステムでドラムだけのデータにしてそれを学習させる方法もあるけど、ドラムだけのデータにしても曲調への影響は完全には消えない。例えばロックっぽい音やリズムだとエレキギターの音が追加されやすい。ドラムが EDM っぽいとシンセ音が追加のようにドラムも曲調に影響を与えるよ。だから汎用的に使える高速 BPM のモデルというのはちょっと作りにくいね。高速 EDM モデルとか高速ロックモデルのようにジャンル別で作った方がいい。次は表紙について説明しようか。 BPM と同様に表紙も学習はできるよ。ただスノの大半のスタイルは非常に強い4拍子効果を持っている。だから4拍子以外を学習させても大抵はスタイルに負けて4拍子になるね。私は5拍子が好きだから時間をかけていろいろな5拍子モデルを作ってみたけど、5拍子を作るならカスタムモデルよりもマッシュアップの方が優れているかな。だから実際の例は紹介しないけど、今回の BGM は5拍子モデルで作ったよ。次はキーの話をしてみようか。先ほど言った通りキーも再現される。キーを再現してもあまり面白いモデルは作れないように思えるけど、特殊な音階を使うキーも再現できるので、それを学習させたモデルは面白いよ。特殊な音階の話はミロの動画で長々とやったから改めて解説はしないよ。学習データもミロで作りたかったけどミロのアイデア機能消えちゃったんだよね。ということで今回はサウンドのゲームオーバーで学習データを作るね。サウンドの動画でゲームオーバーは特殊な音階を使えると紹介した。ゲームオーバーピアノのように入れると好きな楽器で特殊な音階が演奏される。これでいろいろな楽器の学習データを作ってゲームオーバーの音階を学習させてみよう。特殊な音階を学習させたモデルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。学習データを用意するのは難しいけど面白く使えるモデルが作れると思う。最後に音量の話をしようか。音量はなぜか全く学習しないよ。曲全体の音量だけではなく曲の最中の音量変化さえも無視される。例えばフェードアウトのような効果も私が試した限りほぼ学習されなかった。音量つながりで無音の話もしておこうか。無音だけを学習させたらどうなるか。無音はモデルに何の影響も与えなかった。要するに V5.5 と同じ効果のモデルになる。これで私が試した検証内容は全部紹介することができたかな。最後に今までの検証を踏まえて改めてカスタムモデルの感想を言うね。やっぱりマッシュアップと似ていると思う。マッシュアップでも似たようなことはできるよ。特に学習データの少ないモデルは
マッシュアップとほぼ同じになってしまうので、公式が推奨している通り24曲以上は学習データを用意したいね。ただそんな大量の学習データをどう用意するのかが問題になる。他人の曲を適当にアップロードして使うのが一番手軽ではあるんだけど、著作権的にかなりグレーなやり方だし、そもそもスノの規約違反でもあるね。自分で学習データを作る方法はまず音楽的な知識が必要になるし、それ以上にとにかく時間がかかるね。24データ用意するのに数時間はかかるよ。だから学習データを作らせるのも AI にやらせるのが一番手軽だと思う。ただスノで生成した曲をスノに学習させても微妙なので、別の AI で作った曲をスノに学習させる。これがまあ一番手軽な使い方だと思う。ただ私はスノ以外の音楽生成 AI の仕様をそこまで詳しく知らないので、他の AI との連携は詳しくは語れないね。詳しい人はやってみてもいいと思うよ。私もいずれスノプラス他の AI みたいな解説もしようと思ってるけど、スノの話を語り尽くすまではスノ専門で話していくつもりだよ。それじゃまたね。